さっきはすごいお客様ファーストな側のホストだと思います。今さきさん何人ぐらいいらっしゃるんですか、いわゆる常連客が。俺あんまりお客さんの話メディアでしてなくて、今後もちょっとしないかな。お客さんの話あんまりしたくないんですよ。ちょっとここまで来ると面倒くさいな。お客さん何人ですかの質問にさえ答えてくれないのって俺なんだろうと思うんですよ、正直言って。そもそも売り上げバトルに来るお客さんってどういう気持ちで来るんですか。そこを買ったその先には何があるんですか、お客さんに。俺マジで理解ができない。マジで理解ができない。マジで理解ができない。そんな中、まさかの人物が空気をいっぺんに変える。よろしくお願いします。さっきね、そうね。俺正直面接の時の印象1ミリも覚えてない。よろしくお願いします。僕も本当にさきさんは1ミリも覚えてなかったな。作りたいのね。的場や正代と同じオーディション組だったが低空飛行。一方同期の2人は YouTube でも注目の的となった。いやこのトロ本当取り上げたな。何人ぐらいいらっしゃるんですか。今お客さんどんくらいかな、78人。そんないるんですか。ナンバー2に輝いたのは期待の新星的場レこいつナンバー2まで行ってたんだ、あの店で。いやーめっちゃ覚えてるわ、さきさん。これね、同期たち売れてるのに彼はあれやってるんですよね、こうファーストっていう。ファーストね。新人としての雑務をこなす中、同期はどんどん売れる一方、どうしても比べられるやるせなさ。まあ悔しいですね。悔しいです、それはもちろん。やっぱり理想とこの現実のギャップ。一瞬ローランドだと思ってた。考えてたし。ロマネも今幹部ですからね。そうですね。あー幹部でなりましたね。びっくりしました。まあ悔しいですけど、ここは。でも周りになんか悔しいって言ったからどうこうなる問題じゃないんで、まああとはやるだけなんで。社員旅行でもいやー懐かしい。これね。はい、ここですよ、ここ。やっぱね、最終的にホストでちゃんと売れるのはね、こういうのできるやつ。こういう裏方の業務とかひたむきにできるとか、ちゃんと真面目かどうかって、まあ、真面目なやつが全員売れるわけではないけど、やっぱこういう子は伸びていきますよね。さきさんはマジで社員旅行の時に、もうずっとあんな感じでしたよ、ずっとした仕事やってて、最終日をあれカメラに押さえてなかったのがすげえもったいないですけど、ゴミ収集のゴミ集めも全部一人でやってたんですよ。ああ、それは売れるよ。もうね、本当すごいなと思って。そうずっと一人でなんか缶とか瓶とか生ゴミまとめてて、そうですよね、あれ全部一人でトラックに乗せてましたね。そうだから逆に真面目すぎてホストに合うのかなっていうこの環境がちょっと心配。考えすぎちゃうとか、真面目すぎると本当にこの歌舞伎町タフな街だから、それ疲れちゃうんですよね、心が。だから心配はしてますね、彼に関しては。みんなのためにコツコツと裏で肉を焼いて運んだ。さきさんちょっとめちゃくちゃ旬ね、何やっとんねん。中腰やだ、中腰。ああしょった本当に。まあ、おのおのキャラあって面白いけど。でもイベントはやっぱまあ俺ら側からしたらやっぱね大事な日だから、ちょっとまあ多少ピリピリっていうかさ、なんかこう緊張感は伝わっちゃうかなって思うけど。でもまあお客様ファーストですよね、常に主語がね。より自分を責め立てた。いや、いい子ですよ。だがそんな先を応援してくれるお客さんも徐々に現れ出した。エンジェルブラックとこれ全部で合計出してほしいんですけど、すごいな。融資暇な時キャッシャー前来がち。キャッシャー前いると、あ、こいつ今暇なんだな。アルマンドかエンジェル化け物やな。すげえかっこいいっすね。やっぱ売れてるホストかっこいいっす。なんと総額80万円のボトルをオーダーしたザクラブの新星天音咲。さっきロナンさんが常にお客さんファーストですよって言いながら、
さらっと80万をオーダーするんですよね、それが本当光栄ですよね。まあねホストクラブのまあでもさっきはすごいお客様ファーストな側のホストだと思います。なるほど。プライドをかけたこの日の戦いでザクラブの先陣を切ったのはあの負け組から化け物に成長した天音咲だった。咲はホストデビューたった4ヶ月で売上400万円を突破。なんとトップ5にまで上り詰めていた。すごいなあ、本当さっきさんこのは活躍に仲間たちからは嬉しい気持ちも反面めっちゃ悔しい。やっぱり感動はしたっす。やっぱりあれを見てるんで、さっきのいろいろ行動とか見てるんで、掃除組の時一緒に掃除やってたんで。さっきさんどのぐらい売れてるんですか？勢いやばいっすね。噂は聞いたんですけど勢いがすごい。未経験でこんな売れるってないからな普通の店で。きっかけとされるのがザクラブ不動のナンバーワン旬の存在。はい始まりましたシュンチャンネルですいえペラロットだ。焦ってんじゃないかな。もう背景だからどういう気持ちになる？シュンは意外と適当に見えて面倒見はいいっすよ。そうですよね、なんか後輩思いでてかなんか仲間思いでこういうことをなんか多分利益感情とか損得感情なしでこういうのできるんですよ。なんか話聞いてあげたりとか。自身のチャンネルに出演させたりナンバーワンホストとしてがむしゃらに努力する咲をひたすらサポートしてくれた。いやでもさきさんがちょっと最近売れてるよっていう噂は聞いてて、いや全然オーラが半端ないですね。いやこれはしゅんさんのジャケットなんですよ。主査からお下がりいただいたああいういいとこあるんですよね。はもうこれ着てちょっと気合い入れるって決めてて、これは何のブランドですか？これブランドわかんないんですよ。聞いてなくて。今さきさん何人ぐらいいらっしゃるんですか？いわゆる常連客が。俺あんまりお客さんの話メディアでしてなくて、今後もちょっとしないかな。お客さんの話あんまりしたくないんですよ。お客さんの話をしたくない。はいあんまりちょっとここまで来ると面倒くさいな。お客さん何人ですかの質問にさえ答えてくれないのって俺なんだろうと思ってるんですよ、正直言って。別にお客さんのこと聞いてないから何人いるんですかって知ってるのにでもいっぱいいるってなるとそれだけで避けるお客様もいるし、もしかしたらお客様からしたら、私一人しかいないっていう感覚値で通ってるのにさっきがさらっとメディアで「いや10人いますね」ってなったらなんかちょっとショックじゃないですか。あ、そういうことか。だから否定も肯定もしないってスタンス俺悪くないと思うけどな。あ、なるほどなるほど。しかもここで1回答えてたらもう1回答えたら毎回答える義務が生じるから、例えば女の子が、今さっきの女の子お客さん何人いるのって聞いた時に答えなかった時にでもなんかメディアで言ってたじゃん、じゃあなんで今回は答えられないのってなるから、だから最初から答えないって、まあ、1個方法としてはありですけどね。なるほどですね。お客さんの話をしたくない。はいあんまりお客さんとはもう1対1で向き合っていきたいんで。このプロ意識あふれる姿勢、でおもろいこと言えないタイプはこの方がいいですよ。売れっ子ホストだ。そもそも売り上げバトルに来るお客さんってどういう気持ちで来るんですか？そこを買ったその先には何があるんですか？お客さんに俺マジで理解ができない。それで例えば買ったら私が大好きな人と結婚ができるとか、何かゴールがあればいいんですけど、ゴールないですよね。まあでもワールドカップ優勝してじゃあその後何ありますかって聞かれて答えられないのと一緒で、多分その追ってるそのなんていうんですかね、勝ちを追ってるその瞬間がもう宝物なんじゃないかなって。それ本人の話じゃないですか、僕が聞いてるのはお客さんなんですよ、このナンバーワンにさせた、その先にお客さんには何が戻るんですか？なんかが戻ってくるってもその瞬間追っていく過程とか頑張る一緒に頑張るみたいなのが、だって大人になってから悔しくて泣くとか負けて泣くとかってあんま経験ないじゃないですか。大人になってこんな一個の勝ち負けに熱くなれるってもう結構青春だなと思いますよ。だからみんな青春してるんじゃないかなって。すごく記憶に残るシーンがあって、締め日に多分何百万を使ったお客さんなんですよ、でその人が帰り際にコンビニ寄ってこのなんかこうカップ麺を買って、駅に向かうところを見た時にすげえ複雑なんですよ、気持ちが。あれ今あなたが使った100万で、
100万使ったのになんでコンビニでカップ麺を買って電車で帰るんだろうっていう、何に価値を感じるかでしょ。で俺ら別に車好きだから車とかに体験払うじゃないですか。でもまあなんか別に車なんて全く興味ない人からしたら無駄金にしか思われないけどっていうところで、いや人は人だから何にお金の価値を使う価値があるかって、まあ、人それぞれだから。そういう光景を見たらロロさんがどういう気持ちになるのかなとはちょっと気になりました。で自分の店がそういう対象であって嬉しいなって100万使った人がコンビニでカップ麺買って電車乗って帰るのに嬉しいんですか？だってそれぐらいの価値を自分が作り上げたものに感じてもらえてるってことは、それぐらいしてでも買いたいと思われる憧れの車でいられて嬉しいなと思う気がする。なるほど。いややっぱり理解できないな。はい、いいじゃないですか、理解できないまんまで。まあまあね。はい、じゃあまた。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またやりましょう。はい。